皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回はこちらの無印良品の付近に差し子していく動画を撮ろうと思っています。よろしくお願いいたします。前回までの動画で吉祥朝の葉の制作をしていました。それがやっと8回動画を投稿して、それがね完成いたしまして、ほっと一息ついていたのですが、その完成した動画でも話していたんですけれども、次回予告として今度は無印良品の付近に差し子していくと、そんなことをね話したのです。なので今回は持ってきましたこちらの付近。久しぶりかもしれない。遡ってみると2年前とか私、無印良品の付近に差し越した動画ちょこちょこ投稿はしていたんですよね。でその後に、それ以降はもういわゆる一般の晒しに付近をひたすらやっていくと、そういう動画をねずっと撮り続けていまして、ちょっと今回は気分を変えて無印良品にしてみました。なぜ無印良品の付近に今回しようかなと思ったきっかけはですね、3月に無印良品週間があったんですよね。定期的にありますよね。何%オフというようなね習慣があって、そこでだったら行ってみようかな、そっかそれだったら付近買っとこうかなとかそんな風なことをね思って、とにかくこの付近目当てに私行ったんですよ。で私は好みとしてはこの外側にもう何も色がついてないのを私好んで選んでるんですね。前差し越した時もこれを同じものを選んでこれにやってたんですけど、だから追加で買っとこうと、何枚か残ってはいたんですけど、買っといてもいいなと思ったから行ったんですよ。それで行って見たら、売り場眺めてたら最初これ見当たらなかったんですよ。あれと思って、なんでないのって思って、代わりにあったのがちょっとそれは買ってないので、お見せできないんですけどここでねこれですって持ってはこれないんですけど、こういう感じで、12枚じゃないです、確か6枚だったと思うんですけど、こういう感じで束に売ってた、ここに模様が入ってるのが売ってたんですよ。と思って、模様入ってんの出てたのって私初めて知ったんですよ。で多分絶対あの何月から発売かわかんないですけど、多分今年になってからだと私は勝手に思ってるんですけど、それがドーンと目立つとこにはそっちの模様入りのが並んでたんですよ。で私もしかして何もうこれ終わっちゃったのって、もうこれなくて模様入りのだけこれから売っていきますっていう方針に変わっちゃったのと思って、どうしようって思って、もうちょっとこう店内を見ていたらあったんですよ。目立つとこではなか目立つとこには模様が入ってるのがあって、シンプルにね縦と横、もしくは縦線だけとかそういうのが目指すとこにあって、こっちはもうちょっと奥まったとこにあって、無事に私は買ってこれたわけです。そういうのがあって、その時に初めて模様入りのを見て、で見た時にねこれを見つけてほっとはしつつ、あれあの模様ってみたいな、だから何が言いたいかっていうと、できんじゃないみたいな、じゃあこれこの前のあえっ、とこの前の何でしたっけ、だからほら桔梗朝の葉とか香り飛車も亀甲もその類なんですけど、あれこれ差し込んでできんじゃないみたいなのがあって作ったって言ったんですけど、これも同じで、あれだったらできんじゃないってまたねよぎったんですよ。だからこれどっちしろ買おうと思って行った。でまた差し子するんだったら、じゃあちょっと模様再現してみようシリーズシリーズって言っても終わるかもしれないけど、はいと思ったので、これでまた動画を撮ってみることにしました。それがきっかけになります。はい。ちなみにですね、この差し子に
差し子にごめんなさい、間違えました。無印良品の付近に差し子するっていうのは、これ前も言ったかと思うんですけど、もっと前にもともとインスタグラムか何かでやってる人がいたんですよね。だから3年以上前の話になりますけど、それをインスタグラムで見てて、ああできるんだ、そうか、無印良品の付近もそうだね、できるよねって思ってやり始めたのがもともとのきっかけになっています。はい。で、それがどなたかだったかはちょっと覚えてないです。どの投稿かは覚えてはないんですけど、それがそれでできるんだと思ってやって2年前とかに動画にして、そしてまたさらにあれこれ模様再現できんじゃないって思ったのでまたやるっていうことでございます。ではここからはまずこれ今日は模様を描くところまでやるんですけど、その前に気になるポイントをちょっと最初に話しておきますね。無印良品の付近に差し子するポイントとして絶対上がってくるなって思うのは、あの例えばですよ、例えば差し子はそんなにしたことはないがちょっと気になる。でなおかつこの無印良品の付近はよく使ってた、馴染みがある、じゃあこれにやってみればいいんじゃないって思ってやったとしましょう。でこれ多分それで思うのは刺しにくいだと思います。先に言っときます。これ刺しにくいです。これ目がすごい粗いから、これにこう縫っていくっていうのはいわゆる一般的な縫い物とかと考えるともうすんごいスカスカするから刺しにくいです。それ最初に言っときますね。だからこれでね刺し子の練習ができるかとか考えた時に、これはもちろん人によりますけれども、私はやっぱり本当に刺し子が上手になるようにって思うんだったらやっぱ晒しだよなとはちょっと私は思ったりはしています。ただ無印良品にもね気分を変えて違う素材にもっていうことです。別に無印良品の付近ではなくて違う素材のものにも差し子したいなって思った時には無印良品はあいいんじゃないかなとは思います。はい、その刺しにくいっていうのはありますので、それが先にねお伝えさせていただきます。あとはポイントとしてはだからこれもね関連しますけど、晒しってそんなに買いますかってことを考えた時に、いや私はめちゃめちゃもう買いますけどやってるから買いますけど、そうじゃなかった時代ですよ。5年前の私だったら晒し買ったことないみたいなことなわけですよ。それだったらこっちの無印良品の付近の方が馴染みがありました。5年前の私だったらですね。5年前6年以上前、その時は確かこれ売ってたはずですから、もう全然晒しを買うっていうよりは全然こっちの方が馴染みがあったので、何が言いたいかっていうと、下準備を特にねすることもなく、もうこれ、だいたい 40×40 ですね。さっきここにも書いてあるか、ね、40×40 のこのサイズでもう一枚一枚切れてあるから、っていうかな、晒しはほらわーっとなってるから10メートルから切るっていうことはないですし、もちろん印刷されてるのを買えばまた別ですけれどね、いわゆるこう売ってるね、こうぐるぐるぐるっと巻いてる売ってる晒しを買ってってなると必ず切ってそれを周りを縫ってっていう作業が入ってくるけど、これだったらねもう一枚一枚なってるし、これ以上ほつれることもないから、このままできるっていうのもポイントだったりしますね。人によってはね晒しに馴染みがないなっていう感じでも無印良品の付近だったらもともと使ってたしって思う人もいるだろうし、あとはその下準備も周りを縫うっていう意味でね、それはね必要なくサクッとできます。ただ刺しにくいけどっていうだからいつも使ってる無印の付近にちょっとね自分の中に彩り添えてみたいなっていう感じだったらいいんじゃないかなと私は思います。それが最初にね気になるポイントとしてねお話しさせていただきました。ではまず使う道具を話していこうかなと思います。まずはね無印良品の付近です。1枚取ってあるんですけど、これはね前持っていたものの残りで、あとこの辺なくなったら次こっち移っていきますけど、パッケージとしてはこのような状態で、売ってます。そうだ、さっき言った模様入ってた付近に関しては概要欄にリンク貼るかなんかしときますね。はい。で
付近でしょ。あとは定規ね、50センチの定規があるよ。40×40 だから、50センチの定規があればいいんじゃないかなと思います。今日は私直線しか書きません。なのでまず定規が必要で、あとはこれ重りですね。はい、重り。あとそうですね。テープ留めたりするのでマスキングテープあるといいですね。ちょっとお待ちくださいね。はいはい、こういうマスキングテープなんかね、ちょっとピンボケします。ボケてますボケてます。はい、こういうあとカッターなり、やっぱりなんかボケてます。ピンと合ってないかな。あとこういうハサミなんかもね、何でもいいんですけどね。はい、マスキングテープと、あとそれを切るものとかあるといいと思います。で、失礼しました。あとは今日はこちらのペンを水で消えるタイプのペンになっております。あと他にでしたら、今日はこれ使いますけど、熱で消える、アイロンすると消えるフリクションファインライナーでも、あとはこっちの2本は、自然に消えるタイプのペンだ。はい。でも自然に消えちゃうのですぐ、いや、というか印を一時的につけるとかそういうやつの方がいいですかね。今日はとにかくこっちの水で消えるタイプのペンを使っていこうと思います。はい。あとは工作用紙ですね。これ一番下に引いてありました。はい、はい、こちら今日はですね、2枚ね、2枚工作用紙2枚を使っていきます。なんで2枚使うかは模様を描きながらお伝えしていきます。あと差し子に入りましたら、今ちょっと糸持ってきちゃったんですけど、今回は赤い糸で刺そうと思っているので、これは今回は使わないです。次回以降こちらの糸で差し子していこうかなと思ってるので、はい、それで今持ってきました。はい、ではそんなぐらいでしょうか。必要なものはここからは実際に模様を描いていこうかなと思います。晒しに描く時とは今回は違って、はい、もっとシンプルにいきます今回は。で、なぜ2枚ね工作用紙を使うかっていうところにここにヒントがあるんですけれども、これ 40×40 になります。で今回私は 2.5 センチ幅の、縦線と横線を引いていくっていう模様にしようと思います。で、縦と横がただただ線引いてあるだけで、これが無印良品の模様入りのさっき布巾がって言ったんですけど、中にあるんですよ。中にあって、一番目に入ったの3色あるんですよね。赤、チャコールグレー、ブルーだったかな。その3色がある中で赤が一番ちょっと目に入ったので、私さっき差し子糸赤を選んだのはその理由です。再現できんじゃないって思ったから、できるだけ同じ色に、やってみようと。もし複数作るならもう別に好きな色でね、グラデーションでもいいと思うんですけど、ちょっと再現してみたかったので赤を選んでみました。でこの 40×40 に縦横 2.5 センチ間隔で引いていこうと思うのですが、だからこういうふうに1枚でこう置くともうすでに5センチ間隔の線のところなんかは見えてますよね。薄く線が見えてるから、だから5センチ間隔ではこうそのまま引けるんですよ。ただこれ工作用紙1枚だけだとこの上下の長さが足りないんですよ。だから少しスライドさせてですね、ずらして2枚重ねて、だけどこの間隔はあれですよ、合わせていって2枚重ねていくという作戦にしようと思ってます。横に関してはこの横ですね、横に関してこの横というかなんていうか、この縦のラインだ。これはね合わせやすいんですよ。ただここと右端と左端をぴったりこうくっつければいいだけの話で、はい、しっかりこうピタッとなんていうかな、下と上をね、この横幅はピタッとこう重なればここがこうまっすぐただなっていきますので、ただこっちの横ラインですよね、これを等間隔に埋める場合はどうするかっていうところを考えると、
ここにさっきの50センチの定規を持ってくるわけです。横は今もう合わせました。はい。もうギリギリですけどね。ここからここをただここをピタッと合わせればいいだけなので、これでもう縦ラインがしっかり合ってます。ただこの間隔を合わせていくためにこの定規をこういうふうに今持ってきたんですけれども、あ、またあれか、電気が反射してしまう。どの角度がいいんだ。この角度にしよう。でこれで合わせていくと、今ちょっと私なんとなく合わせたんですけど、そうここで確認をしてですね、ここの5センチ間隔、1センチ間隔に細かくは引いてますけど、太い線だと5センチ間隔で引いてるんですけど、それがここのパターンとここのパターンでしっかり合ってるかをこの定規で今確認をしています。で、合ってるな、大丈夫だなと、思いましたので、そしたらマスキングテープで、マスキングテープさっきこれ見ていただいたんですけど、ちょっと今はね切れっ端があるので、これでちょっと止めちゃいます。はい、ここで止めました。これで止めたから上下はずれないので、ここの上にこうやって引いてあげます。どうしようかな。ギリギリだ。もう5センチずらしてもよかったな。まあいいや。ギリギリでだけどできないことはない。でこれを今、下の方ははみ出てしまってますけど、これ合わせてます。合わせてることによって薄く見えてますよね。あとここが微妙に出てるところポイントなんですよ。ここですね。ここにね定規合わせていきますね。でまず縦ラインから引いていきます。でなんとなくだからここの位置を今こう1枚を広げてるんですけど、これをほら斜めにしちゃったら斜めになっちゃうから、さらしのように直角にはならないんですよね。緩やかなこうカーブを描いている中で、できるだけこう綺麗に置いて、でこれこういうふうに置いたら今回に関しては回しません。くるっとはさせません。私の、今までの動画、さらしの動画、さらしに書いてる動画、あともしかして私その2年前も書いたりしてたんですけど、あの時動かしてたかもしれないんですけど、今回に関してはもうここから私動かさないつもりで、線を引いていく予定です。前の私動画見返してないので、前無印良品の付近に書いた時どういう風に書いたか覚えてないんですけど、今回はあの時よりシンプルにしてます。でもうここから動かさないように、縦と横だけを線を引く単調な模様だからっていうのが理由一つあります。もうちょっと複雑な模様だったらちょっと動かさないといけなかったかもしれないですけども、縦と横だけだからあえてこのままでも大丈夫だなという判断にしました。あとやっぱりこう歪んだ時に元の位置に戻すってすごい難しいんですよね。これの場合って薄いし目も粗いし、さらしよりねもう一回こうピシッと合わせる時に角があるわけじゃないから難しいんですよね。だからもうここって決めたらもう動かさないようにしようかなと思って、今回はそういう作戦のもと引いていきます。で今ちょっとなんとなく重りを置いて、で気になる人はさらに何でしたっけ、マスキングテープでこの付近と工作用紙を貼ってもいいと思います。そこは好き好きにしていただければと思います。もう私はこのまま引いちゃえと思ってやってしまう予定でございます。ではここからあとは線を引いていくだけです。これ自体、このさらし自体はさらしじゃない、失礼しました。付近自体は動かさずに、動かすとしても工作用紙はちょっとねフレームアウトしちゃうから動かすかもしれないけれども、工作用紙を動かすだけであって付近は動かさないです。であとはもうやり方としてはこう線をこの線の通りに引いていくだけです。縦に終わったらあとはこう横にして引いていくだけです。ただそれだけでその時に
縦引く時にほらここが出てるでしょ。ちょっとフレームアウトしそうですけど、ほらこことか出てるかな。よいしょっと。ここね、こことか線が出てるか、ここにこうやって定規を合わせられるんですよ。線が薄くこう見えてるから合わせることもできるし、なおかつここでね合わせてあげてもいいと思います。2.5 センチ幅だったらこことかね、ここで合わせるとか。でこの真ん中、このはみ出てるところの微妙なね、ここに合わせてあげて、でフレームアウトしてますけど、下も同じです。下もここと同じぐらいねはみ出てるから、こういうところの線のところに合わせることができるんですよ。で50センチの長さがあるから一気にこう引けるんですよ。という感じで、もうただそれだけっていうか、ひたすらそれを気をつけて単調に、あまり布巾を動かさず、あと私は引いていきます。こういう感じです。2.5 2.5 に合わせて引いて、はい次また 2.5、 今度は5センチごとの太い線なのでより見えやすいです。この次は 2.5、 ちょっとずらしますね。ずらすといってもあれしかというか、なんて言うんですかね、工作用紙ですね。工作用紙を動かしているので、できるだけ布巾は動かさないように引いています。はい、縦が全部引き終わりました。ざっくりです。すごいざっくりです。あとは、横ですね。向こうから全部っていうのはちょっと難しいから、半分より上くらいからですかね。そこからこう定規を当ててこうピーッとこうやって下までね 2.5 センチ幅で引いていって、下まで降りてきたらもうこのまま工作用紙ごとくるっと回して引いていきます。はい、そんな感じでやっていこうと思います。はい、引き終わりました。途中でくるっと返したので一旦戻しますね。はい、工作用紙をくるっと返します。もうずれちゃってもいいので、はい、いいのですが、では抜いてみます。工作用紙抜いちゃいます。はい、こういう感じですね。だいぶ薄いので画面上あまりちょっと見えないかもしれませんが、はい、はい、ちょっとごまかそうと思ったところ2周線とかちょっとなっちゃったんですけれども、ざっくりと 2.5 センチ幅で工作用紙2枚を使いまして、
縦を引いていって、で横を引いていって、5センチ間隔だともう線が薄く見えるから、縦はねそのまま引いてったんですけど、横に関しては、5センチ間隔でこの薄く見えてるところ引いて、その後にちょっと測りました。こことかに印ついてるんですけど、5センチ5センチ間のこの 2.5 センチにちょんちょんちょんってつけて、こちら側とこちらサイドでつけていて、そこを結んでいくっていう感じで間は埋めていきました。でそれによって、このように、あ持ったらもっと見えない持ったらもっと見えないかもしれないすみませんはい、こう見てもらった方がいいみたいですね。はい、2.5 センチ幅縦と横で引いてみました。でこれがあるんですよね。3色の模様展開であったから、それを次回以降はもう淡々とこれで差し越していくという感じです。で今は縦と横で引いたんですけど、実はもう一枚ね違う模様をただただの縦バージョンということで、こういう感じでこれもね薄くて申し訳ないんですけど、この縦ラインだけです。縦1センチ間隔でここは1センチ間隔、ここは4センチかな。1センチ4センチ、私の場合は本当に売ってるのが何センチ間隔かちょっと分かんないですけれども、ホームページ上で売られてる模様を見た時になんかこんな感じで刺してあったからまあ1センチと4センチにしようかなと思ったから、これも作ってみました。はい。これは並行して、これは私がただただ個人的にやろうと思って試しに引いてみただけであって、差し越していくのはこっち側になっていきます。はい。ということで前回が桔梗朝の葉ですごいこう模様を起こすのもいろいろ私なりに考えて、バランスとか考えて線引いて差し順とかもくるくる回しながらやっていったっていうのがあるので、もう今回はね無印良品の布巾をもうただただ縦と横だけ単調にで売っていた無印良品の布巾な感じに仕上がるといいなと思ってます。そうですね、素材が同じかどうかはちょっと私そこまで実際持ってないので触ってないので分かんないです。無印良品の模様入りの方は。ただサイズは同じだし、私の記憶ではこういう感じで束で売られてた感じがします。枚数はもっと違いましたけど。でもうすでに模様が入っている。で私はその模様が入っていたのを見て、差し子できんじゃないって思ったっていうことですね。でそれをただただやってみるっていうことですね。前は10時何でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど今すごい忘れちゃった。前は曲線のものとか、あとこうギザギザいく模様とかで差し子はしてたんですよね。それはやったことあるんですけれども、でもなんか私の中ではね、やっぱりこう無印良品のこの布巾にはなんか幅の広いゆったりしたザクザクザクってね大まかに、差し子できたらいいなみたいな感覚でいますので、これだったら私、これ次回以降ですけれども、ほら私だったら晒しに模様でやるときはここからここまでを何目で入れてとかって考えてやりますけど、これはもういいかなって感じです。手の動くまま、張り目の感じもその時の流れに身を任せ、何も考えずにみたいな、ただただこの線を埋めていくみたいな感じでは思ってます。それは次回以降にやっていこうかなと思います。はい、こちらの糸でどんな風にね刺し子が模様入ってくると無印良品の模様入りの布巾にな感じになるのかっていうのをね実際やってみようかなと思っています。はい、じゃあ今日ね使った道具なんかもなんとなく並べましてですね、この辺を今日ね使っていきましたので、はい、この辺を今日使って模様を描くことができました。次回は、この布巾に差し子していきますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。
ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後まで見てくださりありがとうございました。